中国遼寧省国境の町丹東。川を挟んだ向こうには北朝鮮新義州の町並みが広がっています。この地域を2024年7月末、記録的な豪雨が襲いました。鴨緑江の氾濫により新義州や義州は壊滅的な被害を受け、北朝鮮側の死者・行方不明者は少なくとも1500人、最大で3000人に上ったとも伝えられています。外部の支援を拒んだ北朝鮮は軍人や青年を昼夜問わず動員し、自力で復旧作業を進めています。その結果、かつて農村が広がっていた国境の一帯には今、新しい建物群が整然と立ち並んでいます。今回の動画では鴨緑江大橋からおよそ15キロ北東にある万里の長城の最東端、虎山長城へ実際に向かい、そこから見えるこの悲劇の真実、そして現在の北朝鮮の姿をお伝えします。鴨緑江大橋を越えて北東へおよそ15キロ先にある万里の長城の最東端、虎山長城へ向かいます。虎山長城は丹東の市街地よりも北朝鮮により接近しており、川幅わずか数メートルという近さで国境と真正面に向き合うことができる場所です。そしてその道中すでに対岸の北朝鮮側には洪水の被害を受けた地区の跡地に建てられた新しい建物群が広がっているのが目に入ってきます。虎山長城到着しました。思ったよりも早くて、丹東の中心地から20分ぐらいで車で到着しました。チケットをまずは買いたいと思います。チケット売り場とその横には警察署もありますね。入場チケットは大人1人60元でした。今2時半ぐらいなんですけど、5時までっていうことなので2時間半で全部回れるかな。結構広いです。ちょっと開けたところに出ましたね。頂上の入り口ですね。頂上を登る前に先に一歩またぎにね行こうと思います。ブルーベリー売ってる。干した干しぶどうとか種。まずは国境を一歩でまたげると例えられている一歩またぎを訪れました。前は柵がなかったみたいなんですけど、柵ができちゃって、でももうこの川の向こうは北朝鮮。鴨緑江の支流が極端に狭くなる地点となっています。中国側は石碑や巡回コースが整備され観光地となっていますが、対岸の北朝鮮側では武装した軍人が巡回しており、川を挟んだ先には静かな緊張が続いています。あ、すごい。銃持ってる兵隊の人いますね。あっち取ってきます。一時はここから小舟で虎山長城の下を抜け、北朝鮮の監視所近くまで遊覧するツアーも行われていましたが、密貿易への悪用を理由に2018年頃に市営の乗り場は閉鎖されました。一歩またぎを見終わりまして、虎山頂上の入り口に着きました。壮大ですね。ここまでさ、車で来てる人もいるけど、どうやって入ってきたんだろう。虎山長城の建設は明の時代1469年、当時の皇帝により北方の異民族、女真族の侵入を防ぐために虎山長城が築かれました。この女真族は後に清を立てて中国全土を支配することになる民族です。長年この場所は歴史の陰に埋もれていましたが、1989年の発掘調査によって他の長城区間と一致する構造や位置関係が明らかになり、虎山長城こそが万里の長城の真の東の果てであることが判明しました。1992年から復元が始まり、整備は2000年代にかけて拡大。その費用は当時の金額で約3億円にも達し、国家的なプロジェクトとして整備されました。そして現在に至るまで
虎山長城は実際に歩ける歴史遺産として多くの人が訪れる観光地となっています。正気。やばいこれ。頂上ですね。すごい。やっと頂上に着きました。北朝鮮を一望できます。船に乗った時よりも明らかにしっかり見える。2024年7月末、北朝鮮の鴨緑江流域を記録的な豪雨が襲いました。わずか3日間で年間降水量の7割近くに相当する雨が降り、新義州、義州を中心とした地域に壊滅的な洪水被害が発生。一部では過去20年で最悪とも言われる大水害となりました。特に深刻だったのは鴨緑江に浮かぶ中洲地帯。橋のないオジョクトやグリドの住民は避難の術を失い、水位が橋の高さを超えたビファドでは濁流に流される人々が続出しました。中洲の被害だけで死者、行方不明者は1000人を超えたと報じられています。さらに、この災害の背景には北朝鮮当局による太平湾ダムの緊急放水があります。放水の事前通告はあったものの、タイミングが遅く、住民の避難は間に合いませんでした。中国丹東市公安局は、孤立した中洲住民の救助支援を申し出ました。韓国やロシアも人道的支援を表明しましたが、北朝鮮は全て拒否。金正恩総書記は、中国に避難させれば脱北する恐れがあるとして、国際的な救助の申し出を突っぱねました。その結果、北朝鮮は自力での救助と復旧を強行。老朽化したヘリでの救助飛行が繰り返され、一部では墜落事故や二次被害による犠牲者も発生しました。国営メディアは全員救出と伝えましたが、実際には多数の死傷者が出たと報道されています。一連の対応により、災害は単なる自然現象ではなく、国家の体制と選択によって被害が拡大したことが浮き彫りとなりました。そして、この虎山頂上の頂上から見えるのは、まさにその中洲の一つ、オジョクト。洪水の爪痕が残るこの島では、今もなお復旧作業が続いています。川を挟んだすぐ目の前には、軍服姿の作業員たちがシャベルやツルハシを手に堤防の再建や土砂の撤去に追われている様子が肉眼で確認できます。スピーカーからは軍歌や革命歌が大音量で流れ続け、現場全体が指揮と命令に支配されているかのような空気。そしてその背後には、まるで図面通りに並んだかのように整然と立ち並ぶ新築の住宅群。自然の地形が残る丘の斜面や農地跡に不自然なほど直線的に建てられた建物の列は、復興という名のもとに進む再開発の異様さを静かに物語っているかのようです。軍の人はタバコを吸ってて、農村の人は半裸で働いてますね。シャベルで掘ってる人と素手で掘ってる人がいる。レンガを積んで塀を作って、あとなんか真ん中はさらに掘って池みたいの作ろうとしてるのかな。老若男女というか子供から大人まで。あ、線路になってる、あの橋は。線路とかすごい整備されてる。人がいますねどころじゃなくて100人ぐらいいますね。軍隊歩きしてますね。軍隊？いやでも私服の人もいて、
右と左で違う曲流れてるから、それが混ざって全部ここに聞けるっていうか、本当に不思議な感じ。これでもパッて見上げたら向こうからもこっち見えてるんじゃないかなと思うんだけど、見てないよ。見えないか。じゃなくて見てない。そうだよね。下りは全然楽ですね。上りがきつかったらしくて。全然だよ。全然急だよ。ここやばいんじゃない？ちょっと見えないんだけど。90度じゃん。ずっと90度。やばー。荷物いっぱい持ってきちゃダメんだよ、ここは。高所恐怖症は絶対無理。あと足腰悪い人も絶対に無理。ところどころ岩が崩れてる罠があるから、本当に気をつけろ。一段踏み外しても終わりぞ。あとこれ段差の高さがまばらなんだよね、結構。低かったり高かったりなんで。ダメなんだ、あそこ足乗っけたら。そこからここなんでしょ。あ、ダメなのか。あああ、ここ軍事管理区なんだ。だから軍が管理してるから、観光客はここから先立ち入っちゃいけませんよって、そういう意味か。なんかあそこに椅子とかあるんですけど、ここに入っちゃいけないのに誰のための椅子なん？ここで作業してる人たちが座るのかな。また掲示がしてある。柵を越えたりしたら犯罪ですよって書いてある。泳いじゃダメですよとか。かつては異民族の侵入を防ぐために築かれた虎山長城。その頂上から見えるのは、今なお再建の途中にある北朝鮮の姿でした。洪水で多くの命が失われ、支援も拒まれた中、響き続ける軍歌、黙々と動員される人々、整然と並ぶ新しい建物、その光景には、復興という言葉では語りきれない、統制と犠牲の現実がありました。自然災害が浮き彫りにしたのは、国家の脆さと支配のあり方。そして、目の前の国境が隔てているのは、単なる地理ではなく、人間としての尊厳そのものなのかもしれません。そんな北朝鮮の今、その現実を皆さんにお伝えしました。